続きまして、社外取締役である伊佐山取締役より皆様へ一言ご挨拶させていただきます。伊佐山取締役はシリコンバレーを拠点に長年にわたり日米のスタートアップ投資に携わってこられ、AI 領域への投資動向を最前線でご覧になっています。本日はそうしたベンチャーキャピタリストとしてのご知見も踏まえながら、当社の現在のグローバル展開、そしてフィジカル AI 領域への取り組みについて、忌憚のないご意見を頂戴できればと思います。伊佐山取締役、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。株主の皆様、社外取締役の伊佐山です。今ご紹介にありますように、私はシリコンバレーに25年以上住んでおりまして、世界中のベンチャー、まさにスタートアップの動向をウォッチしながらですね、いろんな会社に投資したり、事業支援をしております。で、今日は簡単にですね、その今現地で何が起きているのか、AI という言葉はですね、皆さんもいろんなテレビだったり雑誌だったり新聞だったりで、もう毎日目をしない日はないと思うんですけれども、そういった今 AI 革命が世界中で起きている中でですね、その物差しで見たときにソラコムっていうのはどういう今ポジションにいるのかということを少し今日お話しできたらというふうに思っております。で、ちょっと数字の話になるんですけれども、今年、昨年ですね、スタートアップに投下された金額というのは大体70兆円ぐらいと言われているんですけれども、今年2026年ですね、実はもう前半、初めの6ヶ月でそれを超えるような勢いで、いろんなスタートアップへの資金が75兆円というふうに統計では出てるんですけれども、それぐらいの資金が今、投下されてるんですね。で、そのお金どこに行ってるのかということを見ますと、なんとそのうちの86%ですね、9割近くが AI 関係の企業に行ってるということになります。で、実際ですね、またさらにこれを蓋を開けてみるとですね、おそらく皆さんもよく知っている OpenAI ですね、チャット GPT というアプリを皆さんお使いだと思うんですけれども、OpenAI というその会社だったりですね、あと Claude という AI、もう一つの大きな AI の人気 AI ですけれど、アンソロピックという会社だったり、あと XAI っていう今スペース X と一緒になってしまいましたけど、そういった AI の、普段皆さんがですね、使われている AI のエンジンみたいな会社にすごく大きなお金がいってるのと。で、4番目に大きかったのは実は Waymo というですね、自動運転の、また車の会社なわけです。で、こういった本当にこのダイナミズムを見てますと、私もドットコムバブルも見てますし、モバイル革命、クラウド革命を見てますし、今回この AI 産業革命ということなんですけれども、ここまでの資本集中っていうのは、アメリカのある意味インターネット歴史以降を見ても初めてのことなんですね。で、今日の、私の前の玉川さんのお話にあるようにですね、今まで AI 投資、AI がすごくバブルなんじゃないかっていう話だったんですけれども、今はですね、この AI がだんだんですね、皆さんに定着した中で、今度、ちょっと少しですね、潮目が変わってきてるんですね。どういうことかと申しますと、今まで皆さんが使っている AI というのはあくまでデジタルの世界、画面の中で音声だったり文字を使った AI で、あたかも、今まで人間がやっているような作業をですね、コンピューターがやってくれるという話なんですが、いよいよそれが現実世界、フィジカルの世界に動き出したということで、その話は先ほどあった通りなんですけれども、いよいよですね、その潮目が変わっておりまして、この後半ですね、今年後半のお金の動きっていうのは、どうやらそういったフィジカル AI 関連の会社に回ってるんじゃないかというのが、現地で感じている、熱狂になります。そう考えますと、まさにその IoT ですね、いろんなフィジカルなものをつなぐには、ソラコムのインフラは欠かせないわけですから、いよいよですね、そのデータを握っている、実際現実空間で AI を駆動させるためにはですね、いろんな豊富なデータが必要なわけですけれど、まさにそれを握っているプラットフォーマーとしてのソラコムへの期待っていうのは、ますます高まるはずですし、しっかりとですね、我々もですね、AI との組み合わせ、AI を使った付加価値を提供するようなサービスを今後ローンチすればですね、もうさらに活躍する場っていうのは世界的に広がるんではないかというふうに思っております。そういう意味ではもうすでに皆さん株主の皆さんはですね、ある意味この現実の世界とデジタルの世界の関所となっているこのソラコムという会社、もう本当にキープレイヤーにこれからなると思うんですけれども、これから一番面白い時代が始まると思ってますので、ぜひですね、今後とも皆さんの応援をいただければありがたいなというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。伊佐山さん、ありがとうございました。